実はね、占いを通して見えるのって未来だけじゃなく、今の自分の考え方の癖とか、あとは認知の歪みっていうのが見えることがあるんですね。ごきげんよう。占い師の麦穂杏です。今日は占いってどれぐらいのペースで受けるのがいいんですかっていうよくいただく質問にお答えしていきます。この質問って結構定期的にいただくから、みんなよく気になってるテーマなのかなーってやっぱり占い師自身も思うよね。結論から言うと、何も悩みがなければ年に1回ぐらいでも十分です。誕生日や年末年始など自分を振り返ったり、来年はこんな風に過ごしたいなーって計画を立てるタイミング、その時に占いを活用するのはとってもおすすめです。占いって常に通わなきゃいけないものでもないし、本来は人生の選択肢を広げるためのツールだと思っているんだよね。とはいえさ、もちろん占いを定期的にね、受けてもいいんですかってやっぱ聞かれることもあるわけですよ。その答えももちろん OK です。特に変化の多い時期とか、迷いや不安が繰り返し出てきやすい時期、自分の考え方の癖や思い込みを整理したい時、こういう時は月に1回や2ヶ月から3ヶ月に1回くらいのペースで占いを活用するっていうのもすごくいいと思います。実はね、占いを通して見えるのって未来だけじゃなく、今の自分の考え方の癖とか、あとは認知の歪みっていうのが見えることがあるんですね。こうでなきゃダメとか、きっと嫌われるに決まってるとかね、そんな思い込みに気づくことですごく心が軽くなる人も多いです。こういう根本的な部分を解決したいなら、占いだけじゃなくってね、コーチング的なセッションを定期的に受けるのもすごくおすすめです。麦穂の場合だとこれはね、まとめて行えるよっていう感じですね。だからこそちょっと時間が普通の占い師さんとか、電話占いとかね、占いの館みたいなところと比べるとちょっと長いんだけど、ね、それだけ自分の、内面だったりとかを掘り下げたりとか、自分に集中してね、向き合える時間になったりとかするので、麦穂の占いもめちゃくちゃおすすめなので、気になるよっていう方はね、ぜひ体験しに来てください。麦穂自体は、占いは人生を面白く過ごすための道具の一つだというふうに思っているんですね。だからこそ、これをしなきゃダメじゃなくて、自分で選べるようになるために占いを使ってほしいっていうふうに思ってます。依存させる占いはしたくないし、自分で決められる自分っていうのかな。なんかそういう風にね、なってもらえる。自分軸を持っていただけるようなサポートをするのが私の占い師としてのスタンスです。占いを受けるペース、なんとなくでも自分はどういう風に使っていこうかなっていうのを考えるきっかけになってくれたら嬉しいなって思っています。今日は占いを受けるペースってどれぐらいがいいのという質問に答えてみました。今ちょっと占い受けてみようかなとか、定期的に自分を整えたいなって、そんな方はね、ぜひ概要欄からメニューをチェックしてみてください。チャンネル登録や高評価もよかったらお願いします。チャンネル登録者数1万人を目指して、めっちゃ面白い動画とかね、ためになる動画っていうのを作っていきますのでね、よかったら応援よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。またねー。